ホルムズ海峡に自衛隊の船を送る必要はありません。ただし、トランプ大統領が日本に対して強く当たってくる可能性は覚悟しなければなりません。しかし、そのようなリスクを負ったとしても、ホルムズ海峡に自衛隊の船を送る方がむしろより大きなリスクを抱えることになります。日米首脳会談でどのような話の展開になるかは非常に注目しなければなりません。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はアメリカ・イスラエルによるイラン攻撃、中東情勢についての情報を更新していきましょう。ここ最近のトランプ大統領の言動は非常に混迷しており、それだけに一日一日の発言だけを切り取ってしまうと、もう翌日には全く違うことを言っているので理解することが困難です。ただし、トランプ大統領のこうした言動の揺れといったものは以前からそうですから、今に始まった話ではありません。ただ、全体を通して言えることは、ここ最近の状況はトランプ大統領にとっても不本意な状況であり、コントロールできないことに苛立ちを募らせている様子はあります。それがホルムズ海峡のタンカー航行が正常化しておらず、しかもそれが米軍のコントロールによってどうにもできない状態になっている。このポイントについてはトランプ大統領の言動はコロコロ変わっています。特に国連外交を軽視し、味方である国々に対しても何ら今回の攻撃に関して事前の賛同を得てこなかったというのは、今まさに大きなしっぺ返しを食らっているところです。ヨーロッパ各国は今回の攻撃に関しては事前の説明がありませんでしたから、イランに対する先制攻撃、国際法違反であり支持できないと話している国も多いです。また、イラン側が反撃することによってホルムズ海峡のタンカーが航行できなくなっている状況に関しても、トランプ大統領が艦船を派遣しろというような話をし始めても、直接的に自分たちが何かイランに攻撃したわけでもないのに、なぜそのようにして軍艦を派遣して護衛しなければならないのだと反発も強まっています。こうしたやり取りに関しても、トランプ大統領はさらに怒りを募らせて、アメリカはウクライナに支援を行った。これはアメリカにとっては直接何の攻撃にもならないことをしていた。それはヨーロッパのためを思ってのことだ。そのようなことをしていたにもかかわらず、今ヨーロッパはアメリカに対して非常に非協力的な態度であるといった批判を行っています。しかしこれもまたトランプ大統領の筋違いな話です。なぜならば、今ヨーロッパはウクライナに対して支援を行っていますが、以前アメリカが行っていた支援というのはバイデン政権時代の話であり、今のトランプ政権に変わってからはウクライナ支援、軍事支援という意味においてはバッサリとカットしています。現在アメリカから兵器や弾薬類をヨーロッパのお金で買っていますが、これはビジネスであり支援ではありません。これをもってしてアメリカがウクライナを支援しているんだという話をするのは非常に恩着せがましく、むしろヨーロッパの反発を招く行為でした。そしてトランプ大統領最新の言葉としては、イランに対する攻撃は非常に順調であり、いずれアメリカも引き上げることになるだろう。アメリカ軍の力は非常に強力であり、各国の支援などは必要ない。しかし、支援を求めた国々の反応を見るに非常に不愉快なものであるといった話などをしています。これは現在のところ、ホルムズ海峡のタンカー護衛に関して協力を申し出る、特に軍艦を派遣して協力するというような最上級の答え方をした国がどこも存在しないというのがトランプ大統領の不満に思っているところです。トランプ大統領としてはどこかの国がきっと協力を申し出るだろうと思っていたと思うのですが、その目論見は完全に外れたわけです。従来のアメリカのやり方というのは、形はそれなりに整えるということを一応やってきました。例えば国連外交の場において、否決されるということを前提にして、安全保障理事会で一応非難声明を出そうとするみたいなことを行い、その上で国連の総会にかけて多くの国々が対象国に対して批判声明に賛同させるようなことは行ってきました。ところが今回のイランに対する攻撃では、そうした国際世論に訴えかける場面というのが全くない状態で、いきなり攻撃した後でイランがアメリカに対して先制攻撃しようとしていたんだと、特に証拠を示すこともなく一方的な宣言を行いました。この件に関しては、情報当局の幹部がそのような事実はないとして辞任を表明するなど、トランプ大統領の言葉の裏付けが存在するのかどうかすらかなり怪しいものとなっています。アメリカの報道においてはそうした口実作りといったものがうまくいかず、実態としては
イスラエルによるイラン攻撃を追認する形で共同軍事作戦になっただけではないかという指摘がかなりの説得力を持っています。そして現状の日本政府の対応。まず第一に国内においては国家備蓄が250日以上あることから、これらを切り崩すことによってまずは先行き不透明という状況に対して先手を打っています。そして価格についても補助金を出すなどして抑制策を取っています。これは現状からすれば対応として正しいものです。ただし現実問題として原油価格が上がってくれば、それに伴って抑制しようにもその補助金の額、そして量といったものがどんどんと負担としてのしかかってきます。ですからどこかの段階までしか抑えることはできません。目標としてレギュラーガソリンリッター170円といったものを目指しているという話ですが、これを実現するのが一体どのくらいの期間可能なのかについては議論が分かれるところです。ただ少なくとも石油が全くないような状況にはならないのです。その部分については押さえておく必要があります。また、様々なデマといったものも流れています。例えばその一つに、天然ガスがなくなるといったような話についても、中東依存度は非常に低く、オーストラリアやアメリカなど他の国々に分散して依存していますから、その部分に関しては、今回の中東情勢とは関係ありません。また、肥料が全量入ってこなくなるといったデマも流れましたが、これに関しても中東の依存度は低いものです。むしろ注目されたのは中国に依存している部分が非常に大きく、今回の中東情勢とはまた違った論点で依存問題を解消する必要があるという議論もなされています。何にしてもデマが非常に流れやすい状況なのは気をつけなければなりません。日本にとって大事なのは価格問題がまず一番大きな打撃として降りかかってくることです。そして高市政権の外交としてはイラン当局に対して日本行きのタンカーなどについて攻撃しないようにと求める、そうした外交を行っています。表立った外交なのでこれがどのような成果を生み出すかはまだ分かりませんが、少なくとも対話の窓口を確保した状態で様々な話をし続けるということ、それ自体が重要でしょう。すでにホルムズ海峡の一部については穴が開きました。例えばその先例となっているのはインドが軍艦を派遣していることです。軍艦が直接ホルムズ海峡にとどまって様子を監視したというわけではありませんが、そこから出る船についてエスコートする形でインド行きの船を何隻か通すことを行っています。その他パキスタンや中国の船などもすでにホルムズ海峡を航行しているようです。これなどはイラン政府側との直接交渉を行った結果でしょう。そしてある程度の船の航行といったものが再開されれば、少なくとも石油価格が天井知らずでどんどんと値段が上がり続けるといった状況についても変化を起こすことができます。そして代替ルートの活用といったものも始めることができます。現在調達先を増やすという意味においてはアメリカとの交渉が始まっています。トランプ政権では石油や天然ガスに関しては掘って掘りまくれという方針ですから、これに呼応する形で購入をするという話も前進することができています。トランプ大統領以前の段階では環境規制といったものがかなり厳しく課せられていましたから、決してどんどんと増産せよという雰囲気ではありませんでした。そして中東産の石油に関しても代替ルートは存在します。例えば従来のサウジアラビアの石油は国の東側で取ったものをそれこそ目の前の海で船積みしてどんどんとアジア向きに送っていくという具合にして、非常にスムーズな取引といったものが行われていました。ただしヨーロッパ向きの輸出に関してはホルムズ海峡を通るルートは逆に言えば遠いわけですから、パイプラインを通じて国の西側において船積みしヨーロッパへ送るということを行っていました。このルートといったものを活用することによってホルムズ海峡を通過しない、紅海から南下してアジアに船を向けるという手があります。この問題点は当然のように従来よりもより遠い場所から送ってくることになりますから、原油価格プラス運航費用の上乗せといったものがかかってきます。ただし従来通りの質の油を購入することができるという面では十分我慢できる話です。ちなみにアメリカから油を買うというのと中東と油を買うの何が違うかといえば、産地によってそれぞれの質が違うという問題があります。どこの国においても均質な油が出るわけではなく、それぞれの地域でそれぞれの質の違いといったものがあって、生成する段階における工程などにも変化が起こります。ですから
いつものものがいつものように入ってくるのが一番いいわけです。だからこそそれが進みすぎた形として中東原油に非常に頼るという形になっていたわけです。今すぐ問題が解決するわけではありませんが、少なくとも少しずつ変化の兆しは出ているわけなので、もう少し耐え忍ぶ必要があるでしょう。日米首脳会談が近づいていますが、トランプ大統領がどんなに強く言ってきたとしても、今の状況で自衛隊の艦船を送るべきではありません。これにはイラン側からの反発心を招くという問題だけではなく、危険すぎるという準軍事的な理由もあります。これまでアメリカ・イスラエルによる空爆は圧倒的であり、イランの空軍力、海軍力、そして陸軍について様々な打撃を与え続けています。イラン側の反撃攻撃に関しても、もはや圧倒的な力を前にして、直接的にアメリカ軍やイスラエル軍に攻撃するのではなく、ソフトターゲット、もはや抵抗できない民間人を狙うという行為を行うことによって、イランは自国の戦闘能力を示しています。その一番わかりやすい例というのが、ホルムズ海峡のタンカーに対する攻撃なわけです。民間船舶であれば反撃してこないのが分かっているので、たとえどんなにアメリカやイスラエルの攻撃が激しかったとしても、隙間を縫って攻撃できるというわけです。この話を聞いて、なんだイランの軍隊なんかもうボロボロだったんだったら、何の心配もなく軍艦を送ればいいじゃないかという人もいるかもしれません。しかしそれは間違っています。なぜならば、量的に減ったとしても別にゼロになるわけではありません。しかも、隠し持っている兵器について問題があります。イランがまだ隠し持っていて非常に危険だと考えられているのは、機雷よりもむしろ対艦ミサイルです。通常機雷がいっぱい撒かれたら大変だという話になるわけですが、今のイランには大量に機雷を撒く能力といったものがありません。なぜならば、すでに海軍の大型艦艇は全て空爆によって破壊されたからです。少数の機雷を積んで、そして敷設するというのであれば、場合によってはイランが輸出しているタンカーそのものについても危険ですし、選別的にというような話をしても、今のボロボロのイランではそのような狙ってあの船をというような機雷の攻撃というものがちょっと難しいでしょう。無差別的な攻撃は自分の国を占めることとなり、また友好国の中国に対してもタンカーを破壊してしまうという大きなミスを犯すかもしれません。ですから機雷というのは実際問題としてはかなり使い勝手が悪いわけです。無差別攻撃をしてもう本当にどうでもいいぐらいな感じで考えているのであれば使う可能性はありますが、選別的な攻撃にはちょっと向かないのです。一方において未だに隠し持っている兵器の中で一番危険なのは対艦ミサイルです。なぜならば今までの戦局においてはイランは対艦ミサイルを使う場面がありませんでした。何しろアメリカの海軍は非常に遠い場所にいて、そもそも射程圏内に入ってきません。空からはミサイル、爆弾がどんどんと降ってくるわけですが、レーダー施設がやられたり、反撃しようとした弾道ミサイルの発射機が潰されたりして、様々な部隊で被害が出ています。しかし、対艦ミサイルだけでは使いどころがないために無事だということが非常に重要なわけです。ホルムズ海峡は非常に狭い地域であり、それに比べて対艦ミサイル側は非常に安全な場所で攻撃を開始することができるわけですから、一方的に打撃を与えることができます。ホルムズ海峡は別に何か大型の施設で見張る必要はありません。それこそちょっと小型のドローンを上空に飛ばして監視するだけでも大型の艦艇は十分見つけることができますし、人間の観測員に観察させるだけでも標的を選ぶことができます。軍艦であれば一目でわかるものであり、特に特殊能力は必要はありません。そして軍艦の場合であれば近接防御システムがありますから、お金はかかりますが少なくともドローンによる攻撃では沈むことはありません。しかし対艦ミサイルであればそもそも軍艦を破壊するために作られた兵器ですから、一発でも食らえば撃沈される危険性があります。そういうわけで軍艦を派遣することのリスクは非常に高く、現状においてはとてもではありませんが送るべきものではありません。トランプ大統領が言うように攻撃を続けてイランの国力を削ぎ続けているというのであれば、そちらはそちらでやってもらって、日本は日本で国家備蓄がある間にイラン側との外交交渉を重ねてタンカーが通行できるようにするか、そもそも通行できなくても代替ルートからの入手を進めるか、そういったちょっと我慢強い行動をする必要があるでしょう。トランプ大統領はそうした日本の行動に対しては
きっと不愉快な思いといったものを露骨に表してくるでしょう。しかし、自衛隊の大型艦艇一隻でもやられれば、それは多くの日本人が海に沈むこととなり、それは非常に大きな代償となります。代替ルート策というものを模索する方が私は現実的には良いと思います。ちなみにここ最近のイスラエルの言動の変化といったものも見ておく必要があるでしょう。一体いつまで攻撃を続けるかというのは分かりませんが、少なくとも段階的に言えば全く何の成果もないというような話から少しずつ成果は出ているという話をし始めています。初期攻撃においてイランの最高幹部たち多数殺害しているわけですが、その後の空爆においてもイランの最高安全保障委員会のラニジャニ事務局長を殺害したという発表も行っています。この人物は第一次攻撃で多くの最高幹部たちが亡くなった後、いわゆる実権を握ったかもしれないと言われていたような人物で、そうした人物についても排除できたことをイスラエル側は非常に良い兆候だと言っています。イスラエル側の攻撃の態度が変わってくることになれば、トランプ大統領も攻撃をやめやすい政治状況といったものが生まれます。このあたり、永遠に攻撃が続くわけではないということを念頭にして立ち回ることが必要でしょう。たとえどのように動いたとしても、おそらく高市総理は批判されることになります。決して何かをすればこれが最適だというような話ではなく、非常にグレーゾーンの中を日本政治は進まなければならない状況です。いかにしてこの苦しい状況といったものを多くの国民が理解するかというのも大事でしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。情報の更新に役立ったなと思われる方はぜひともスーパーチャットや評価ボタンのクリックなどで応じてくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。